世界一面白いアクション RPG 制作実況。今回も神ゲー目指してゲーム作っていきたいと思います。今日はですね、新武器の槍を実装したので、それをね、皆さんにご紹介しつつ、こちらのマップを攻略していきたいと思います。このマップ自体もね、お見せするの初めてかなと思うんですけれども、こちらのマップが、ゴシックナイト、ゴシックアイランドですね。ゴシックアイランドっていう、だいたい5000円ぐらいで購入したマップですね。かなりクオリティ高くておすすめのマップなので、ぜひそちらの方もね、注目しながらご覧いただけるとありがたいです。で、今回使用しましたですね、槍の攻撃アニメーションなんですけれども、槍とかハルバードにね、使っていけるタイプのモーションになってますね。こちらもマーケットプレイスでね、有料で購入したものになっております。攻撃のアニメーションだけではなくてですね、ご覧のようなロコモーション、移動系のモーションですね、も一緒についておりますね。ちなみに僕が使っているこの回避のアニメーション、ステップとかローリングに関しては、これは別のアセットになっておりますので、そちらはご注意ください。それでは攻略していきましょうか。それではですね、早速1人目の敵と戦っていきたいと思います。最初の敵は城内に侵入する前ですね。城外で接敵することとなります。今回はね、新しく作ったこの槍をね、メインに据えて立ち回っていきたいと思います。槍の大きな特徴としては、やはりリーチを生かしたアウトレンジからの突き攻撃っていうものがね、かなり強力な立ち回りになるかなと思います。これを見ていただいただけでね、かなり槍が強武器であるってことが分かっていただけるかなと思うんですが、槍の弱点っていうものをね、いくつか考えておりまして、まず一つ目がですね、突き攻撃以外の投げ払い系の攻撃が結構発生が遅くなっているっていうものを一つ用意しようかなと思っております。ただ現状だとモーション速度の調整とかしてないので、こんな感じで結構早めの投げ払い攻撃もいくつかあったりするので、その辺はね、後日モーション速度の調整っていうのを加えていきたいなと考えております。で、もう一つの弱点なんですけれども、突き攻撃ですね。このゲームにはですね、攻撃の方向属性っていう概念があるんですが、突き攻撃に関しては全てこの攻撃方向がセンター属性になります。つまり言うならば無属性攻撃っていう感じですね。投げ払い攻撃であれば、このように左や右といった属性を付与することができるんですが、突き攻撃の場合だと真ん中からねついてるんで、全て無属性、センター方向属性っていう扱いになってしまいます。ですので、この槍をねガードする相手側が結構ね楽なんですね。どういうことかっていうと、防御するときにね方向を入力する必要があるんですけど、正しい方向に正しいタイミングでガードすることによって、ジャストガードっていうシステムがあるんで、敵の攻撃をこのように弾き返すことができるようになってます。つまり無属性のこの突き攻撃に関しては、かなりその弾きっていうのがやりやすい形になってますね。なんですが、現状 AI がですね、弾き、そのジャストガードですねっていうアクションをやってこない仕様になっちゃってるんで、理論上はそういう弱点がありますよっていうお話ですね。ではそろそろ1人目の敵には沈んでいただきましょうか。なかなかしぶといですね。PP ブレイクからの致命を外してしまいましたね。もうちょっと攻めていきましょうか。PP ブレイクからの致命の一撃ですね。この致命のモーションなんですけれども、今ね、ツバイヘンダーと同じモーションを共有しているので、ちょっとね、見た目的に今破綻してたかなと思います。これに関しては、ちゃんとね、槍専用の致命モーションが手に入り次第差し替えていく予定なので、今のところはね、目をつぶってご容赦いただけるとありがたいです。それでは次、第2の敵を探しに行きましょう。第2シチュエーションが中庭での騎士との対マンと思いきや、後ろから暁に挟み撃ちにされるっていう展開ですね。槍の投げ払い攻撃を使ったらちょっ
ちょっと複数戦もこなせるんじゃないかっていう淡い期待を込めながらね、ちょっとこういう配置にしてみました。ぶっちゃけタイマンをねメインに見据えてゲームのシステムとか作っていってるんで、現状かなりきついですね。複数戦は敵が2体いるだけでご覧のありさまですね。やられてしまいましたね。ただちょっとね、今回は開発者専用のチート改正っていうものをね使ってこの場を切り抜けていきたいと思います。どうにかして片方の PP をさっさと削り取りたいところなんだが、槍の PP 削りちょっと高すぎないか、これ大丈夫か。まあ本来であれば複数戦ってのはね避けるべきポイントにしようと思っていて、まあどうしても複数戦しなきゃいけない場面が来た時は、このアーチ状の建物、ちょっとカメラあたりがないんでめり込んじゃってますね、カメラが。で複数戦なんですが、複数戦、強力なね魔法とかを温存しておいて、でどうしても複数戦しなきゃいけないシチュエーションが来た時にその温存していたね魔法でなんとか乗り切るみたいな感じのゲームバランスをね一応今は考えていますね。純粋なプレイヤースキルでね乗り切れるって人はおっとフレンドリーファイヤーが有効なので地名を取ってくれましたね、暁が。そして暁さんは家の中へ。ちょっといろいろ面白いことが起きたが、まあ怠慢になったので攻略上はよしと。じゃあ槍同士の怠慢対決を制して、ここはちょっとねかっこいい二刀流の地名を指して第2シチュエーション突破っていう感じですね。複数戦はまだまだちょっとやらなきゃいけないバランス調整とか多そうですね。それでは次のシチュエーションですね。ちょっと狭めのところでまたバイキングさんとの戦闘ですね。現状ね戦えるキャラが3人しかいないんで、どうしてもすぐねちょっとネタ切れになっちゃうんですけど、どんどんね使えるキャラとか武器がね増やしていきたいと思います。で槍でねちょっとお気に入りのモーションっていうかコンボのつなげ方っていうのがあって、それをちょっとここでお見せしますね。上段の強攻撃からタックルにつなげると結構ねモーションのつなぎが美しくなるんでかなりおすすめなんですけど、この攻撃からのタックルねやってみますね。こんな感じですね。タックルちょっと外しましたけど、これがね結構なんかモーションのつながりが好きなんですよね。と遊んでたら地名を取られる。速攻開成で起き上がって反撃していきましょうか。なかなかやりよるなこいつ。よし、地名を取って撃破と。で続いてのシチュエーションなんですけれども、このマップねほんとよくできてて、こういう人工物ばっかのねマップかなって思ってたら、急にねこの洞窟っていうか、鍾乳洞みたいなパッと雰囲気がね変わってくるんですよね。これなかなか好きですね、個人的には。このシチュエーションではねこの無重力ジャンプでここを渡るとこいつのね背後が取れて地名取れますよっていうところですね。ここでちょっとね槍のバックスタブモーションねお見せしておきたいと思います。ただ残念ながらねバックスタブのモーションもそうなんですよ、ツバイヘンダーと共有にしちゃってるんで、
これもね、ちょっといいモーション手に入ったらすぐ差し替えていきます。ダークソウル2の突撃槍とかのバックスタブモーション、あれすごいかっこよかったんで、ああいうモーションね、手に入れるか、もしくは自分で作ったりしてね、差し替えていきたいと思います。では次のシチュエーションですね。それでは次のシチュエーションなんですけれども、この向こう側にですね、いましたね。超強キャラっぽい感じのね、立ち位置に上級騎士さんがいらっしゃるんですけど、敵がかっこよくね、ジャンプで飛び降りてくるみたいなシチュエーションをね、ちょっとやりたかったんですけど、まず AI がジャンプできないっていうのと、あとナビメッシュの整備とかもね、全然できてないんで、ご覧のようにね、敵を見つけてるんだけれども、近寄ってこれずに、ずっとね、ぼったちしてる状態になっちゃってますね。ということで、こちらから迎えに行ってあげましょう。そして、この槍のサビにしてやるぜ。2度目のバトルですね、上級騎士と。ちょっと下段を重点的に攻めていってやろう。足元をチクチク。おっと動きが止まりましたね。これちょっとナビメッシュがね、多分この辺ガタガタしてて繋がってないんで、こっちに歩いてこれないんでしょうね、多分。お前のすねをズタボロにしてやるぜ。地名を取って、おお、いい感じに飛びましたね。崖下に突き落として勝利と。そして次が最後のシチュエーションになりますね。このままですね、後ろからバックスタブで仕留めちゃってもいいんですけど、さすがにそれはかわいそうなんで、ちょっとね、しっかりガチでね、怠慢して締めくくりたいと思います。暁さんに気づいていただいて、さあやっていきますか。おなんだ、双剣の方が強いってか？槍を見くびってもらって困るぜ。さあどうしたどうした？双剣がね結構今最強武器ってよく言われてるんですけど、そんなことはないんだよな。かなり変な飛び方したけど、まあいいか。勝ったのでよしとしましょう。これで全てのキャラをね倒したっていう感じになりますね。あと今回使用したこのマップ、ゴシックアイランドなんですけれども、ちょっとね、ところどころでね、カクカク処理打ちするところがね、あったかなと思います。ちょっと LOD の設定とかがね、うまくいってないところがあるっぽいんで、ただこのアセット自体がですね、作成者さんがね、よくアップデートしてくれる人なので、もしかするとね、今後アップデートとかで、まあそういったところも改善見られるかもしれないですね。現状なんか作りかけっぽいね、ところもちらほらあったので、この後アップデートされる可能性ちょっと高いんじゃないかなと思います。あとはこういったね、小物系ですね。本とかもしっかりあるんで、かなりね、クオリティ高いですね。その小物狙いで買うとかもありかもしれないですね。ここが大広間ですね。ちょっとボス部屋っぽいね、雰囲気漂ってますけど。まあ、足場が悪いんで、ボス部屋として使うんであればちょっとね、改造してあげる必要がありそうですね。で、今回使用した槍の攻撃アニメーションですね。月攻撃メインなんですけれども、投げ払い系もね、まあそこそこ種類たくさん取り揃えてあるっていう感じですね。全体的にまあリアリティ強めなモーションっていう風に感じましたね。けれん味のあるようなゲーム映えしそうな動きっていうのはね、あんまりないんですけど、ただまあ僕みたいなね、こうリアル寄りの戦闘を作ってる方はすごくね、いいアセットだと思うんで、ぜひチェックしてみてください。ということでね、今回はこの辺で終わりたいと思います。お疲れ様でした。